こんにちは。食トレーニング研究所所長管理吉野木下智恵です。今日は太らない電気圧力鍋レシピハッシュドポークまたはハヤシライスの作り方を紹介します。このレシピは昔作ったハッシュドビーフのレシピをポークにして電気圧力鍋で作ってみました。ルーもデミグラスソースも使わず簡単に美味しくできるレシピです。作り置きにもぴったりで何かと忙しい年末におすすめです。簡単なのでぜひ作ってみてくださいね。ところでこのレシピのネーミング、ハッシュドポークにしようかハヤシライスにしようか迷ってどう違うのだろうかと思い改めて調べてみました。ハウス食品のウェブサイトによると、ハヤシライスとハッシュドビーフの違いを教えてくださいという質問に対して一般的には諸説ありはっきりとした答えはないようです。ハヤシライスとハッシュドビーフには明確な違いはなく、どちらも薄切りの牛肉と玉ねぎを使ったライスメニューですとありました。今回はビーフではなくポークですが、ハッシュドポークでもハヤシライスでもどっちでもいいみたいなので両方つけてみました。こちらのレシピもともとハッシュドビーフのレシピでしたので、お好みに合わせて牛肉で作っていただいても大丈夫です。では材料から説明します。食トレーニング研究所 YouTube チャンネルでは管理栄養士の所長が一生太らないレシピや太らないコツを紹介しています。電気圧力鍋で作る太らないレシピもたくさんアップしています。あなたの体はあなたが食べたものでできています。食トレーニングで一生太らない体を手に入れたい方はチャンネル登録と通知をオンにしてくださいね。太らない電気圧力鍋レシピハッシュドポークハヤシライス。材料4食分です。豚もも肉薄切り 200g、 肩ロースや細切れ肉でも OK です。玉ねぎ1個、生マッシュルーム10個。生マッシュルームが手に入らない場合は水煮や缶詰のマッシュルームでも大丈夫です。しめじやしいたけにしても OK です。にんにく1かけ。私はにんにくまとめてフードプロセッサーにかけてあるのでみじん切りにしてあります。そしてオリーブオイル大さじ1杯。これは別の植物油でも OK です。薄力粉大さじ1杯。トマト水煮缶詰ダイスカット1缶 400g です。水 200ml。顆粒コンソメ小さじ1杯。塩小さじ1/4分の1杯。そして中濃ソース大さじ2杯。ウスターソースでも構いません。トマトケチャップ大さじ1杯で、映ってないんですがあればローリエを準備してください。あとハッシュドポークをご飯にかけますのでご飯を炊いて準備をしておいてください。では太らない電気圧力鍋レシピハッシュドポークハヤシライス作っていきましょう。切り物から始めていきます。豚肉なんですけれども、もも肉の薄切りなんですが、大きさが大きい場合は一口大に切ってください。私が用意した豚もも肉はそんなに大きくないのでそのまま使っていきます。そしてにんにく1かけはみじん切りです。私はまとめてにんにくをフードプロセッサーにかけてみじん切りにして冷凍にしているのでそれを使っていきます。玉ねぎですね。玉ねぎを切っていきます。玉ねぎは縦に半分に切ってから繊維を断ち切るように1センチ幅ぐらいに切っていきます。ちょっと1センチより薄くなっちゃいましたしまった。はい、こんな感じです。きのこは洗うと風味が落ちちゃうので、ちょっと汚れが気になる場合は布巾とかキッチンペーパーとかで汚れを落としてください。じゃあ 5mm 幅に切っていきます。はい、では切り物終了です。電気圧力鍋の本体に内鍋をセットしてオリーブオイル大さじ1杯を注ぎます。そこにニンニクのみじん切りを入れます。
ニンニクを加えたら、アイリスオーヤマの電気圧力鍋の場合は手動メニュー、鍋モード、火力5で香りを出していきます。ニンニクの良い香りがしてきたら、豚もも肉 200g を加えます。色が変わってくるまで炒めていきます。はい、色が変わってきたら玉ねぎとマッシュルームも加えていきます。そして薄力粉大さじ1杯で炒め合わせていきます。全体に薄力粉が行き渡ったらトマト缶を入れていきます。はい、トマト缶を一旦そのまま入れちゃいます。で、ここにお水を加えるんですけども、トマト缶の中にまだトマトが残ってると思うので、そこにお水を 200ml、だいたい多分缶の半分ぐらい入れればいいかなと思いますが、入れてちょっとすすいであげて入れてあげると缶もきれいになって一石二鳥です。はい。ではここにコンソメ小さじ1杯、塩小さじ4分の1杯加えて軽く混ぜてあげます。そしたら一旦鍋モードを終了にします。はい、忘れるところでした。ローリエを入れてあげて電気圧力鍋の蓋をします。では蓋をしたので調理を始めていきます。アイリスオーヤマの電気圧力鍋の場合は手動メニュー、圧力調理、加圧時間1分で調理スタートです。調理モード名や調理時間は圧力鍋のメーカーや機種によって異なります。説明書と様子を見ながら調理をしてください。加圧が終わったので廃棄をして蓋を開けていきます。はい、蓋を開けました。トマトのとってもいい香りがします。ここに中濃ソース大さじ2杯とケチャップを入れて鍋モード火力5で加熱してとろみをつけていきます。グツグツして火力が強すぎたら火力4とか火力3とか調整しながら煮詰めていってください。はい、とろみがついてきたらご飯に盛り付けて完成です。はい、ご飯に盛り付けていきます。圧力鍋でご飯を炊いてる方がいらっしゃったら先にご飯を炊いといてくださいね。食べようと思ったらご飯がなかったっていうの大変なので先にご飯は炊いておいてください。ではご飯にハッシュドポークまたはハヤシライスをかけていきます。わあ、美味しそう。パセリなんかをかけてあげるとそれっぽくなるのでパセリをかけてあげます。はい、ルーもデミグラスソースも使わない電気圧力鍋で作るハッシュドポークまたはハヤシライス完成です。電気圧力鍋で作る太らないレシピハッシュドポークまたはハヤシライス1食分の栄養価はご飯 150g と一緒に盛り付けてエネルギー 415kcal、タンパク質 13.4g、脂質 8.2g、炭水化物 69.9g、
4群点数法1食分、第1群0点、第2群 1.1 点、第3群 0.5 点、第4群 3.6 点、合計 5.2 点です。4群点数法って何という方はこちらの動画をご覧ください。4群点数法は私が30年以上続ける太らないための食事ルールです。ハッシュドポークは作り置きやミールプレップにもおすすめです。保存期間は冷蔵で3日間、冷凍で4週間、早めに食べてくださいね。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。ルーもデミグラスソースも使わない電気圧力鍋で作るハッシュドポークまたはハヤシライス、作ってみたい、食べてみたい、美味しそうと思った方はいいねボタンを押してお知らせくださいね。食トレーニング研究所 YouTube チャンネルでは一生使える太らない体を作るためのレシピやコツを紹介しています。一生太りたくないという方でまだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録と通知をオンにしておいてくださいね。あなたの体はあなたが食べたものでできています。食トレーニングで一生使える太らない体を一緒に作っていきましょう。作ってほしいレシピや取り上げてほしいテーマがある方はコメント欄で気軽に教えてくださいね。それではまた次回の動画でお目にかかれること楽しみにしています。